今日なんですけど、モザからまたステアリングを送ってもらいました。FSR の2ステアリングですね。FSR2 フォーミュラホイールです。で、これは初期型の FSR のフォーミュラホイールも FSR ステアリングとちょっと呼んでいきたいと思いますけど、そして今回がその新型 FSR2 ステアリングです。2025年1月16日の真夜中に、日本では発売開始となるそうなんですが、旧型と新型、どう違うのかというところをですね、お伝えしていければなと思います。新型のレビューに関しては概要欄に貼っとくので、それと見比べながら読んでいただいてもいいですし、この動画を見ていただいてもいいと思います。価格は99,800円の予定だそうですよ。そして新型と旧型の大きな違いはこの横のところを見ると大体わかりますね。まずですね、スクリーンが新型はタッチスクリーンになってますね。で、サイズとしては 4.3 インチ HD スクリーン、HD ディスプレイは同じなんですけど、このタッチスクリーンになってます。ここが違いますね。旧型の東レ 3K カーボンファイバー、この辺ですね。この辺の質感、東レのカーボンファイバー使ってますよというところは、これは変わらないはずです。こちらには、デュアルクラッチオートエレクトリックマグネティックパドルということで、マグネティックパドルにしてますよとありますけど、今回6マグネティックパドルになってます。旧型の RGB のプログラマブルフローシフトライト、この辺のことですかね。フローシフトライト、フローシフト、流れるシフトのライト、このボタンとかも光りますし、ここも光りますし、このボタンとここが光るんですけど、これは共通ですね。で、見た感じ、ここに LED が追加されてますね。まだ触ってもないんですけど、あとこの新型はフルカスタマイザボーの UI システムということで、最近ビジョン GS ステアリングだとか、同時期同じ日に発売される、テレメトリー CM2 ダッシュでも、この中っていうのはカスタマイズできます。あとランボルギーニのステアリングもこの液晶の内容をカスタマイズできるんですけども、今回のこの FSR2 からカスタマイズできるという風になってます。こっちは旧型はできません。そして高グレードのアルミニウム合金を使ってますよということですけど、これも多分そうだったと思いますけど、書いてないんで、これもしっかりしてるんですよ。このクイックリリース、これの発売、旧型の発売当時はですね、この弾をいっぱい使って、ファナティックに対抗するような、クイックリリースを採用したわけなんですけど、この FSR ステアリングが発売された時期はですね、まだここのクイックリリースの部分が弱い会社もですね、ありましてですね、それに比べたら、この採用されたこのいっぱい弾が使われていて、ほぼ全周にわたってですね、抑え込む力があるこのクイックリリースっていうのは結構強いもんだったんですけど、これが発売されても 1,2 年で業界がどんどん進化していってですね、このクイックリリースの部分もどんどん強くなっていったというのもあるのでしょうか。別にここに関してはクイックリリース、新型についてはクイックリリースについて、特に何も書いてはないですね。そのような感じです。ということで実物を見てみたいなと思います。ちょっと黄色いテープ貼られてたりとか、しますけど、これはサンプル品なんで箱のことは気にせずですね、中を見ていきましょう。皆さんが新品を買った場合はこういうのついてたら残っていいと思いますけど、これサンプル品なんで、皆さん新品ではこんなことないと思います。今までサンプル品を送ってもらいましたけど、こんな汚いのなかったんで、基本的には綺麗なものが届くと思います。カメラちょっと広角にしましたけど、実物とこの遠近感の関係でちょっと寸法というか大きさの感覚が違うかもしれないんですけど、ちょっと参考までにしてください。開けてみるとですね、いつも通りこのちょっと高級感のある袋の中に入ってますね。で、毎回ここにシールとか
いろんなものがあったと思うんですけど、今回はないですね。これはサンプル品だからだとは思います。ちょっと開けてみましょう。あ、ここにありましたね。これは良くないですね。これはよろしくないですよ。これはちょっとダメよって言っておきますね。まあ、はい。これはダメですよ。まあ、これはダメと。こんなんじゃ、これは文句言っていいですね。これは文句言っていいんですけど、とりあえず今回は製品を見てみましょう。ということで、手前が新型、後ろ側が旧型になるわけなんですけど、パッと見、ほぼ違いはないです。素材感も同じですし、ほんと違うのが、パドルが6つになってるので、1、2、3、1、2、3。この LED の部分が違うぐらいですね。他の見た目は同じと言っていいでしょう。ここのシールの質感も同じですし、ここのロゴが銀色、ちょっとメッキっぽい感じになっているのがわかりますでしょうか。これが旧型ですね。ここが異なります。でもこれ旧型のサンプル品なので、もしかしたら旧型の新品もこれと同じなのかもしれません。多分ですよ。ここは新設計になってますよね。で、この辺のスイッチの質感なんか変わらないですし、これも同じものでしょう。ここも、モザさんが、これちょっと違いますね。これ違う。これはなんかスイッチになっている感じがありますが、これはすごいアナログ感があるクリクリですね。ここも変わらないですよね。パドルも昔ながらのモザのパドルでそれなりに静かには昔に比べて静かにはなってるのかもしれないんですけど、他社と比較してめちゃくちゃ静かというわけではない。ただ静かになってますね。昔のモザと違って、もともと小のパッドを貼ってくれてますね。もともと小のパッドがここに貼られてます。これは頑張って貼ったのでしょう。でもここのアナログパドルは、貼ってないのかな。貼ってないですね。ここはね、ちょっと丸いのがちょっと貼られてます。これは消音パッドなのかちょっと知らない。で、パドルの、両面ですね。両側に、この一番上のパドルとこの2番目のパドルについては、両面に、両方とも消音ができるように、ちょっと、めちゃくちゃ静かというわけではないんですけど、それなりに消音のためにですね、こちら側にも、こっち側にですね、こっちにもゴムが貼られてます。旧型を持っていて新型に変えようかなっていう人は、そっか、ここがカスタマイズ可能になったので、モザでずっと使い続けてる人にとっては、旧型をフリマで処分するなり、これを予備に取っておいて、で、これを新型で購入して、で、この画面をカスタマイズするっていう、そして3パドルの恩恵を受けるという考えもあるかもしれませんね。で、新しくモザを買って、フォーミュラに参戦したいという方はですね、旧型より新型を買った方が、個人的に幸せになれるんじゃないのかなと思いますよ。まだ使ってないんですけど、多分ここの握り心地っていうのは変わらないですし、
重量感っていうのも今のところ変わらないですし、スイッチも変わらない。でこのスイッチなんですけど、スイッチ変わらないってどういうスイッチかというと、反発力は押し込む量がちょっと多めですよね。でここのよく使うであろうこのグリグリスイッチは、十字かな、十字キー、そして押し込みが可能、そんなスイッチです。これは左右ともそうですね。でこのロータリースイッチは、ある程度の硬さがあるようなスイッチ、ここもそうですね。パドルはというと、さっきも言いましたけど、こんな感じです。ステアリング自体の合成感高いと思います。基本的にここカーボンですけど、裏が金属なので硬いと思いますよ。ねじれとかそういうのは感じないですね。太いですし、金属ですし、このグリップもしっかりしてるんじゃないんでしょうか。前のやつはここがカスタマイズできなかったり、アイレーシングだと使えないパラメーターがあったりとかして、ちょっともったいないなと思うところがあったり、ここが2パドルだったりするわけで、これでも雰囲気が出ますし、ステアリングの合成としてはしっかりしてるのでいいんですけど、やっぱり目の前に、値段は初期の値段は両方、10万円弱ですけど、おそらくの旧型は値引かれるんじゃないかなと思いますけど、そうすると2、3万円差があったとしたらどっちを選ぶかなとなると、ここカスタマイズできるっていう点、そしてパドルが増えるっていうとこはですね、やっぱり、それでプラス2、3万出して新しいの買った方がいいんじゃないのかなと個人的には思いますね。もし悩んでる方がいれば。梱包ミスのちょっと効率欄の中身を見ておこうと思います。もっと綺麗に、ステッカーですね。レンチがあります。これはおそらくパドルを調整するためのものだと思いますけど、取説、これは取説はこんな感じですね。この3つが入っていました。ちょっとね、これはね、良くないですよね。今日はですね、この今使っているのはファナテックのクラブスポート DD プラスになるので、ホイールベースがファナテックのクラブスポート DD プラスになるので、そのホイールベースに今回の FSR ステアリングを取り付けるためのこのファナテックのハブにモザのこの金具をちょっと使いたいと思います。これもね、昔提供してもらったものになりますよ。でこのハブをこう取り付けてやったら、ファナテックのホイールベースにモザを物理的にガチャンとくっつけることができると。でそしてモザの FSR ステアリングの裏側にですね、このケーブル用の RJ ケーブル用のソケットがあるので、これをユニバーサルハブ、モザのユニバーサルハブにつなげてやると、これを使うことができるように、どのホイールベースでもこの FSR ステアリングを使うことができるようになると。締め加減はほんと適度に人差し指で押して動かなくなるぐらいで十分だと思います。こんなもんですよね。詳細は取説を見てみてください。力いっぱいやるとネジが取れてしまったり折れてしまったりします。そしてこうなりました。ここがここに接続することができます。モザのユニバーサルハブ、こちらですね。
これ USB で、この先がこういう USB 端子になって、こっち側を PC に接続する。そうすると、例えばホイールベースを PC と直結することもできますし、シフター、ハンドブレーキ、こっちベースを書いてますけど、モザのホイールベースがなくても、こういうステアリング、ペダル、シフター、ハンドブレーキを PC に直接接続できるような、そういうハブがこちらになってます。これを買うとなんかこっち側のこの金属とセットで売られてるようですね。だいたい1万円ぐらいだった気がします。接続していきましょう。これがファナティックのクラブスポート D プラスに、このエクステンションを伸ばしているところに、この、ファナティックのポーディアムハブを挿すと。そして、これ剥がさないといけないですね。という感じです。これだけだと電源がないので何も反応しないんですけど、この後ろのこのソケットにですね、ソケットにこの先ほどのユニバーサルハブから来た RJ ケーブルを挿してやると、USB に刺さっていればこうやって液晶が起動するわけです。で、今回はタッチスクリーンになっているので、こういう風に自由自在に、動かすことができるようになってます。ちょっとデザインが変わってますね。上下で大まかなデザイン変更で、左右で、デザイン同じなんだけど、中のこのパラメーターがそれぞれちょっと違ってたりしますね。先ほど少し設定してみました。基本的にモザのこのピットハウスというものをパソコンにインストールして、そしてこのクモクモマークで、ファームウェアマネージャーに行って、このアップデートオールというのをクリックしたら、こことここのなんですか、ユニバーサルハブとステアリングのファームウェアが最新になります。あとですね、ステアリングのパドルのキャリブレーションが少なくとも必要でしたね。パドルキャリブレーションというのがどこかにあったのですが、ここですね。これ多分リセットフィルパラメーターというのを、押して、そしてその後もこのキャリブレートパドルのキャリブレーションをすればいいと思います。そしてこのアクシスコンバインだと、両方の片方のパドルを押したのに両方のパドルがこう動いたようになるので、多分このアクシススプリットとかいう方がそのアナログ入力が複数になるのでいいのかななんて思います。ボタンだとこれパドルを押しても0と1オンオフとしか見なされないので、おそらくこれがいいんだろうなと思います。この辺はいろいろ試してみてください。ボタンの明るさとか LED の明るさで、 RPM についてなんですけど、昔なんかアイレーシングのパラメーターじゃない、アイレーシングの LED の発光タイミングっていうのがアイレーシング自動モードみたいなのがあったんですけど、今はなくなってますね。昔ここの1マークのエクスペリメンタルファンクションというところに行けば一番下にあったはずなんですけど、今なくなってますね。もう自動的に組み込まれちゃってるのか、それともなんか契約が終了してなくなったのか知らないですけど、そのような状態になっていました。それではちょっと走ってみましょう。という前にちょっとダッシュボードの話なんですけど、ダッシュボードは今のところデフォルトで1、2、3、4、5種類のデザインが用意されていて、中のパラメータの組み合わせというのは多分それぞれ1種類ごとずつ、2種類ずつこうやって
準備されてるんですけど、これなんでこう残像があるように見えるのでしょうか。私の目からはそうは見えないんですけど、こう複数のページが用意、この辺ですね。 TC1、TC2、ABS、BB、 ここがプレッシャーになってますね。タイヤの空気圧になってるとか、そういう風にこう準備されているものもあります。こういうパラメーターが変わってますね、この左右で。大きくデザインはこんだけあって、で同じデザインでパラメータ違いのページがそれぞれ2つずつあるようなイメージで準備されてるんですけど、これを編集することもできるんですけど、この液晶のカスタマイズの方法については CM2 ダッシュのレビューの中で簡単にやってます。この辺のパラメータいじるんですよね。でこのデザインのまんまこの辺クリックして、でこの辺のパラメータをいじるとですね、やっちゃいますか。このスピードなんかはこのテキストを変えると変わりますし、ここのパラメーターはこのテキストだったかな、テキストのファンクションか、この中でですね、テレメトリーを好きなものにこう選択してあげるとですね、これを別にスピードにしたり、なんかいろんなギア比だとかにしたり、ギア比じゃないわ、ギアの段数にしたり、何でもできるようになりますよ。だからこの元々のベースのデザインを使って表示するものを変えるっていうのはそこまで難しくない、手間ですけどねと思います。そして将来的にモザはこういうテレメトリーを、ユーザーが作ったテレメトリーを集積するようなフォーラムを作る予定というのを聞きましたので、もしかしたらそういうのができるかもしれません。ただし、こういう FSR ステアリングのユーザーが作るわけなので、どれだけこの FSR のユーザーが増えるかというところにかかってると思います。そうでなければ自分でカスタマイズしていく必要があると思いますが、こういう線とか、配置とかも別に自由にいじることはできるので、一応自由自在にデザインできるでしょう。ディスプレイモニターの、便利な点は、ここに入ってるパラメーターさえ入ってれば消せるんですよね。こうかな、こんな感じでそしたら視野もこう広まりますよね。これどうやってやってるかっていうと、キーボードで設定できるようにしてるんで、手元で視覚を調整することができます。こんな風にするとですね、ほらすごいいい感じの視野になったりするんで、こういうの欲しくなる人もいるかもしれないですね。10万円するんでね、こうやって調整することもできるのはやっぱりありがたいですよね。でさっきの何が必要かというと、ピットリミッターなんかいらないですよね。ラップタイムと RPM とウォーターテンパラチュアとラップが分かればいいということでありますかと。RPM ラップ、この辺はラップですよね。水温計ありますよね。これ71ってなる、こっち161なんで、この歌詞とかこれド C でしょうね。こっちは160度はちょっと加圧してても無理な気がするんで、これ単位がちょっと違いそうですけど、あるんですよ。そしたらこれ便利になるわけですよね。そしたらね、これいらなくなってこうできるんですよね。こんなのでいかがですか。これいらないですね。もうこれも消してしまいましょう。ステアリングがなくてこんな感じにできるんですよね。それはいいとこですよね。コックピットを調整してハイレーシングのスーパーフォーミュラライツ、結構今日揃いの組に入れられてですね、
で予選うまくいかず後ろの方からのスタートです。ちょっと走ってみての感想なんですけど、今回ファナテックのクラブスポート DD プラスにポーディアムハブを取り付けて、でその間は QR2 を使っています。そしてモザのユニバーサルハブを使用して FSR2、新型の FSR2 ステアリングを取り付けて走ったわけなんですけど、昔ファナテックの QR1 でやった時はもう QR1 の合成感がなくてガタガタで、全然使い物にならなかったんですけど、 QR2 だと、この構成でも、十分使用に耐えうるなと思いました。モザのクイックリリースは、弾を、10個だったと思いますが、10個使って、ステアリングを押し付けて、バネを使ってステアリングを押し付けてるんですけど、そこはちょっとだけやっぱガタがあるんですね。で QR2 は、それに比べるとない。でファナテックの QR1 はもう結構あったっていうことで、QR2 を使って、いい感じで使えてるという状況ですね。液晶の話なんですけど、今回は3画面上にあまり情報を表示しないようにしてます。というのは自分の名前が出たり人の名前が出たりするんで、最低限の情報を表示してるんですけど、そうなると、画面液晶画面、ステアリングの液晶画面がすごい頼りになるわけなんですが、カーブ中って見れないですね。カーブ中は本当恐ろしくて見れないのと、なんでストレートで頑張って確認していくような感じになってます。でちょっと欲しいなと思ったのが、前の車と後ろの車とのその時間タイム差ですよね。それはちょっと表示できなかったですね。探したんですけど、そのパラメータは見つからなかったです。こんな感じで、必要なパラメータ、あると思ったパラメータが、カスタマイズできる UI ということで使えるかなと思ったらないみたいなこともあるかもしれないんで、購入する方はそこは気をつけてください。全体的にいいステアリングじゃないのかなと思ってはいるんですけど、今ちょっと言っとかないといけないのがパドルなんですけど、一旦ステアリング側の電源を落とすと、ユニバーサルハブの電源を落としたり、RJ ケーブルを FSR2 ステアリングから抜いてしまって電源が落ちると、パドルの設定がリセットされて、またパドルのキャリブレーションをしないと、アナログパドルが押されっぱなしになってるような状態、毎回そうなっちゃうんですよね。なんでレースするたびにパソコンをつけるたびに、パドルキャリブレーションを今しています。おそらく将来のファームウェアアップデートで改善されるんじゃないのかなと思ってるんですが、今後このステアリングを使っていくとまた新たな発見があるかもしれないんですけど、とりあえず、音声はここまでにしてこれから動画を流したいと思いますが、もしよければいいね、チャンネル登録をしていただけるとまた頑張って続けられるかもしれません。